にちは。今回は瑠璃の宝石第9話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。今週も良かった。作画も良かった。またしてもとんでもない場所を見つけてしまった。幻想的すぎる。こいつトレジャーハンターすぎるやろ。この日本宝石一箇所にたまりすぎじゃない。やべえな、作画が良すぎる。今回は劇場版クオリティだったな。このアニメ外れ回がないな。嬉してきた。エッチだな。でかすぎんだろ。つか、なぎさん私生活が全く描写されないから背景がわからん。毎回違う服だと作画労力が大変だろう。オマルパイの動きだけでスコラのアニメを超えてる。今日作画絶対エロいよな。分かってる感じ。今日の作画好きだわ。揺れが多い。今回は作画のフェチ度が全開だな。ダムの階段上がるのって結構しんどい。ダムの水こんな綺麗じゃねえよ。いや、さすがにファンタジーでしょ。こんななるわけないだろ。こんな人財産だろ。毎回大当たり出ますな。困難大富豪になるやつじゃん。これ最終回で発見するやつじゃないの。ここ歩いたら足つぼ痛いだろ。オパールの上裸足で歩いて痛くないのか。現実にはこんなに簡単に見つかりません。本編で全く見つからなかったら話にならないからね。なぎさんメイド服か。フィギュア用のデザインっぽいな。お着替えなぎさんも良かったが、翔子ちゃんも表情豊かで良かったわ。何着てても潜水が似合う系女子。劇場版並みの作画だな。ちょっと仲良くなりすぎというか学内から放課後までほぼデートじゃんこんなの。どんだけ瑠璃ちゃん好きなんだよ。初めてできた石友達とかそりゃもう大好きよ。今回の作画ヤバすぎる。1話並み期待してたけど過去最高かも。いやいやいや、そやろ。めっちゃある。なんじゃこりゃ。そうはならんやろ。な都合よくあるのか。お宝じゃん。また一大産地を。大金持ちだ。すげえ量。こんなんマジであるの。こんな場所あったら大スクープやぞ。保有だけでこんなに出たの。大金持ちになれるんちゃう。売れるのかな。売れば大金持ちだよ。これ結構なお金になるのでは。いやーリアルファンタジー好物アニメっすな。おっぱいしか見てないけど地味に背景もすごいよな。むしろ美術に力を入れてる感じ。かわいい。瀬戸ちゃんほんとまな板やな。おはじき感覚で救ってる。三強ダムってのがあるって教えてあげよう。こち亀にもこういう話がありそう。これだけ集めると売って結構な金にならんのかな。数千円くらいやな。日本でこんなに取れるもんなの。みんな寝ると運転手も寝て事故るぞ。なんか見に欲しくなっちゃうな。マジでいいテレでやれ。今週も良かった。作画も良かった。原作はすごい人気ってわけじゃないだろうに、どうしてこんなに本気作が投入できるんだろう。残り3話か。今週はほとんど日本人スタッフ。それ作がいいわ。総作画監督と作画監督の数よ。サッカー多いな。結構ギリギリで作ってるのか。そういやなぎさんは大学の文化祭では何したんだろう。やっぱり今期の中だとダントツにいいな。絵も可愛いが声も可愛かったなここ。両アニメのおかげで瑠璃の宝石のファンアートがじわじわ増えてるとかなんとか見たな。瑠璃ちゃんが拾った金塊っていくらなんやろ。あれが最強か。余裕で税金がかかるレベルや。なあもうずっと神回じゃねえかこのアニメ。今回鬼舞遺伝子がすごいな。鬼舞メインスタッフの全力回だったな。オパール発見のシーンと最後の人々の日常を眺める瑠璃のシーンが原作でも大好きだったので大満足。水面表現がすごい。 CG の恩恵を一番受けてるのが水だと思う。木漏れ日の影の表現入れてたりいちいち細かいんだよな。普通のアニメより一手間加えてる。このアニメ、光の表現が秀逸だよな。空も宝石がテーマだもん。表現できなかったら台無しよ。この光表現はこのアニメスタジオの持ち味な。
鬼前の時もキャラクターの動きとか作画はすごかったけど、背景や美術、絵質はレベルが一つ二つポンと登ってる感じある。無色転生見るとわかる。背景画へのリソースぶりがすごい。一面をパールのシーン、原作からめっちゃ盛られてたなというか、アニメの背景美術がすごすぎる。そもそも最終に出かける前の図書館のシーンからめっちゃ動いてるよな今回。とにかく瑠璃の動きがえらしい。今回動画1万枚超えらしいぞ。そりゃすごいと感じるわけだわ。明日はダムカレー作って食べよう。俺も大雨災害の後にダムに行く。確かに相談するくだりは原作にまるまるなかったけど、そこにオリジナルを着替えシーンぶち込むか、変態の所業。なぎさんのメイドコストか予想できんだろう。あのまま食堂行ってるところの多学生の反応を見たい。なぎさんのメイド服良いよね。いい。冷静にじっと9話を見てて、雨とダムの放流で鉱石が流れる話だなって、のんびりしてたら着替えし始めて、ってなりました。メイド採掘という新ジャンル。スローにしてみても、メイド服からのハンマー握って、手で1回転させつつ勢いづけて石を叩くがやっぱりすごい。すみませんオパールよりオッパールが気になります。なぎさんのメイド服はクスタ早く、フィギュアでもいい。今までで一番兄織が多かったかもしれない。よく考えたらファッションショーをする意味がわからない。マジで同じような格好しかしてないからさ。いろいろ商売的にもさ。これはプライズでメイドなぎさん出ると思ってよろしいのかな。サービス業者てんこ盛りでそっちばかりは大だけど、なぎさんが予測立てられない状況で今まで得た知識と経験と想像力で、瑠璃ちゃんが上回った成長会だったのでは。最初にダムに興味のありとか自由研究の続きとか、保管の描写が上手だね。チームリーダーのなぎさんの指示がそもそも川の中のパールを探そうなので、みんなの視線が下向きになるのは仕方がない。でも瑠璃は豪雨で川の水位が相当上がってたことに気づき、原作では自販機のことを思い出すカットあり、そこから岩の上を探そうと思い立った。あのパール発見はラッキーでもなんでもなく、瑠璃の観察眼の賜物なんよ。重い軽いで反対ではあるが、自然がパンニングやったようなものか今回。基本的に地表には物が残ってないから地形が変わって地下から出てこないと。新たにレア石見つけるのはきついか。でもチャンスとはいえ、崖崩れの後に現地に臨むって怖いな。来週の話、漫画の内容としては短いから、番外編とかオリジナルとか混ぜてきそうな気がする。やるか、伊まりさんコスプレ会。マジで2期やってくれんかな。5巻6巻とかめちゃくちゃアニメ映えすると思うんよ。ダムが守ってくれている日常の実感。美しい締めくくりだ。興味ないと言ってたダムが守っている日常の生活を見てたんだよね。いい回だったな。気持ちよく日曜日が終えられる。今回いろいろと気合い入ってたな。この作品を見たら採掘する人間が増えるんじゃない。お金目当てで。なぎさんの濡れスケとファッションショーがめちゃ良かった。最高。もう今年一番の作画会、これでいいんじゃないかな。翔子が生き生きしとん見るとほんまよかったなってなる。謎の親心みたいな。アニメハンセトさん好きすぎかってぐらい気の利いた演出を挟んでるのがまた実に良い。瑠璃ちゃんとんでもない交渉を見つけるの。これで何か所目。前はやけどあまりにも美しいな。瑠璃の素直さを見てると、なぎさんも可愛がりがいがあるよな。次回は敗戦会。ローカル敗戦の時間だおら。前回は廃墟、今回はダム。そして次回は敗戦会か。お話自体は言ってしまえばただの石探しなのに、なんでこうも涙を誘うのか。ダムに最初は興味のなかった瑠璃がパール発見を経て、ダムが守る日常の景色に見とれてしまうという結末。たまらない。石とダムと日常がつながって、全てが奇跡になる。圧巻の背景美術に原作の行間を埋めるキャラの掛け合い描写。そしてそこに突如差し込まれる壁というかフェチ全開のファッションショー。いやーとんでもない回でしたね。突然のなぎさん着せ替え大会で過呼吸になるかと思った。公式が最大手すぎる。今回はダムだけど、毎回冒頭で瑠璃ちゃんが興味ないと言ってたものが輝きを放っていく展開がとても良い。
とてもいい話数でした。弾け感とリアル感のバランスの取り方がうまく、さすがにマイメインアニメーターミトンさん演出回だなと。特に瑠璃の傘くるくるのところや、ダム以降の芝居や構造物を生かした構図など、絵的に見どころの多い話数でした。冒頭から言う人影の撮影処理が美しすぎて話があまり入ってこなかった。ダムの美術が美しく、そこにいる登場人物の動きが風で揺れる紙まで描き込まれて、すごい没入感だった。前半の台風の書き込みが後半のオパールの話に効いてくる。美術と構成の妙にうならされる回だった。今週も鉱石探しに人工物の存在が絡んでくるのが面白い。突然のファール出現のからくりがまるでスケールの大きな物理トリックのようでワクワクする。序盤の図書館のシーンにもしっかり伏線が張られてて、まるでよくできたミステリーを見たかのような満足感なのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。